前回に続き、2026年夏アニメの1話感想を語っていくよ。2期もあるけど、全く初見の作品も多くて、ジャンルはバラバラだ。世間的に評判が良いのに、ちょっと乗れない作品もあったなぁ。どうも島岡です。ペットの味噌だよ。最初は岩本先輩の推薦。各地の超常現象を調査している、岩本という男子学生が、黒い雪を見たと言われる土地を訪れるところから物語が始まる。全体的にしっとりした雰囲気だし、オープニングに美形の男性キャラがたくさん出てくるから、乙女ゲーム原作かと思ったら、漫画原作だった。少女漫画？いや、ウルトラジャンプ。作品の雰囲気に合わせてテンポもゆったりめ。ただ、せっかくの美麗キャラクターなのに、書き込みが少ないので、今一つ華やかさに欠けて見える。そのせいで作品の怪しさと惹かれるような雰囲気にも浸りきれない。美形キャラでの難しいところだな。各地の超常現象を、調査して回る話なのかな？どうなんだろう。今回、救ったしずまくんを学園に連れて帰ったので、次回から学園ものが始まるのかもしれない。ペットアカウントとか、呪術廻戦みたいだね。そうそう。最近は学園外のエピソードから入る学園ものも増えてきたからね。第1話は序章という印象だったので、とりあえず次回まで様子見する。次は、グローアップショーひまわりのサーカス団。姿をくらませた父親の指示で、主人公水香が小さなサーカス団、ひまわりサーカスに身を寄せるところから始まる。出だしはまず、華やかなサーカスのパフォーマンスを次々と見せていって、盛り上がりの頂点で、父親のお前もサーカスの舞台に立つんだ、という呼びかけ。感動系かなって空気を作ったところで、水香の、死んでも嫌。この一言で、全部台無しになって笑った。そこは、私もお父さんみたいになる。っていうところだよね。そうそう。でも、話が進んでいくと、娘が拒否る気持ちもわかるんだ。彼女の父親は、パフォーマーとしてはトップなんだけど、普通の父親としては破綻している。しかし、幼少期より英才教育をされている水香は、本人の希望とは裏腹に、サーカスのエリートとして仕上がっているんだ。あははは。だから、ひまわりサーカスの緩さや実力不足を、不本意ながら指摘する形になってしまう。そのせいで反発は食らうんだけど、実力で黙らせていく展開になる。美味しんぼの、俺が本物を味わわせてあげますよ、みたいだね。まあ、グルメものだけじゃなく、スポーツものでもよくあるよな。一人のエリートが、落ち目の集団のクオリティを引き上げるっていう展開。主人公は、気は強いが攻撃的ではないので悪印象はない。まだ、押せるほどではないので今後次第かな。団員が全員女の子というのは、違和感があるが、フィクションの許容範囲としておく。全体としては、可愛い女の子たちが頑張ってサーカス団を盛り上げていく話だと思うので、どう展開していくか期待したい作品だ。次は、天幕のジャーブーガル。これがちょっと自分の中で困っている作品なんだ。なになに？とりあえず内容を話すと、舞台は800年前のペルシャ。そこで、奴隷として引き取られた少女シタラが、優しく教養もある主人一家の下で、勉学の大切さを知るという一話だ。ふむふむ。絵本みたいな芸術的な絵柄と、落ち着いた間の運びや声色。明らかに質の高い作品だとわかる。その落ち着いた空気と、キャラクターデザインに癖があるのも合わせて、どうも、ワクワクしないんだ。ワクワク？そう。自分が子供の頃から好きなアニメ作品を見ているというより、教育番組を見ているみたいな気持ちになった。あ、そういうことか。でも、絵柄で言ったら、王様ランキングも絵本みたいだったけど好きだったじゃん。あれはエンターテイメント作品と感じられたんだ。魔法があり、冒険があり、悪者と戦う勇者がいて、アクションがあったろ？ワクワクできたんだ。これまでに、学問や哲学を題材にした教育的なアニメ作品はたくさんあったが、それらはエンターテイメントとして感じられた。ジャーブーガルは、なんだか道徳の絵本みたいで、静かに言い含めるような空気を感じるんだ。後から調べて、実在の人物を題材にした作品だと知って多少腑に落ちた。でも実在の人物を描いていても、ワールドイズダンシングみたいにエンターテイメントとして見せている作品もある。楽しかったもんね。そう。この作品は、楽しませよう、というよりは、美しく正しいものを見せよう、という空気を感じてしまうんだ。島岡は子供っぽいってことかな？まあ、そんなところだよ、きっと。あと、おそらく歴史に忠実に作品化してるんじゃないかな。自分は NHK の大河ドラマがそんなに好きじゃないんだ。その雰囲気も感じる。クオリティ面は申し分ないので、とりあえず視聴は続けてみるが、この空気のままだと脱落するかもしれないな。お次は、猫という。これは、ジャーブーガル、とはまた違う意味で、絵本っぽい作品だったな。可愛い猫がたくさんだ。
ケットシーという妖精猫に育てられた優の話で、人間がなかなか出てこないから、本当に絵本みたいだったよ。1話全体が、なぜ王族に猫がそばにいるようになったのか、を説明する序章に見えた。猫は可愛いのだけど、今後もそれだけだと少し退屈になるので、展開によって評価が変わるかな。竜がメインの話になるのか、長命の竜を通して、王族と猫の関係を何世代にわたって見守る話なのか。先が読めないので、様子見かな。次は、ブラックトーチ。雰囲気が打って変わって、バトル系の少年漫画ものだ。忍者の末裔、東次郎が、偶然助けた猫が、伝説のもののけ、ラボーで。そこから始まる、人間と妖怪のバディモノっぽい作品。また猫の話だね。あはは、本当だな。もともと身体的な能力が高かった主人公が、もののけの力で人外の能力を手に入れた。ところが、それを知った抗議隠密局という組織に拉致されるところまでが1話だ。主人公はワイルドだしアクションもかっこいい。抗議隠密局の制服もモノクロでかっこいい。かっこいいばっかりだね。バトルアクション作品なんて、かっこよければほぼ満点だよ。あははは。ラゴーの力を狙っている悪い者のケイッパと、おそらく、それの対峙も業務に含まれる抗議隠密局の対立構造になるのかな。細かいことは、次回次郎が目を覚ましたら局員が説明してくれるだろう。次は、ヘルモードを、やり込み好きのゲーマーは、ハイ設定の異世界で無双する、セカンドシーズン。一気見てたんだね。作画のクオリティはあまり高くないけど、ナロー系作品の中では堅実で、割と好きな作品なんだよ。最初は、どこがヘルモードなんだよ、と突っ込んで見ていたんだけど、実は生きるのがハードって意味じゃなく、ゲームのノーマルモードに対してのヘルモードで、経験値が100倍必要っていう設定だったんだ。一期一話の冒頭シーンだから忘れてて、思い出すまで時間かかったのが懐かしい。懐かしいって、今年の冬アニメじゃん。一期ではノードから出発して、貴族の客人にまでなった。今期からは、元の主人であるお嬢様と一緒に学園へ行くところから始まる。一期は貧困からの成り上がりと、家族愛が中心だったから、二期からは学園ものだなと思って見始めた。違ったの？学園には入ったんだけど、想像してた授業や魔法訓練はなくて、いきなり幼馴染たちとパーティー組んでダンジョン通いが始まるんだよ。いきなり実践からなんだね。今まで見てきた作品の学園設定と、随分と違うものだなと少し驚いた。そもそも魔王国と戦うために作られた学園だから、すぐに戦えるレベルじゃないと入れないのだろうな。このままダンジョン攻略だけで終わるとは思えないが、意外と学園生活はさっさと終わって、魔王国との戦地へ舞台が移るのかもしれない。タイトルと絵柄のせいで、大量生産、ナロー系作品に見えるが、意外と骨太な作品で、テンプレが通じないんだよ。次は、うちの弟どもがすみません。こちら少女漫画原作のアニメ作品。母の再婚で4人の義理の弟ができたヒロインの話。逆ハーレムだね。いや、二人はヒロインよりだいぶ年下だから、恋愛対象ではなさそうだ。おそらく同い年の長男とのドキドキ関係、プラス家族ものじゃないかな。ふんふん。可愛らしい絵柄で悪くはないんだが、引っかかった箇所が一つある。何？ヒロインの母が、再婚相手に異性の子供がいることを事前に伝えず、サプライズ、みたいなノリだったことだ。それはひどい。あの年頃の女の子には大問題だよ。秘密にすることが物語の展開に重要とも思えないので、不必要なサプライズだったと思う。それは抜いても、恋愛中心な作品みたいなので自分は視聴停止するよ。胸キュンが好きな人には合うんじゃないかな。胸キュンって。最後は、君を愛する気はないといった次期公爵様が、なぜか溺愛してきます。貧乏貴族の素朴で優しい娘が、政治的な事情を知らされないまま、国の最小補佐官と愛のない結婚をする話だ。知らないでを嫁に行ったんなら、かわいそうだね。そうだな。ただ、もともと身分違いで一度も会っていない相手だから、愛さないと言われても、そんなものか、くらいで受け入れている。まあ、それにタイトル見たら。そう。この先の展開は、もう全部タイトルに書いてある。今後、心優しいヒロインにほだされて、冷たかった最小補佐官がベタ惚れになるんだろう。さっきの作品と同じで、恋愛ものが好きな人向けだと思う。恋愛ものが苦手な自分は見なくていいなと思った。でも次回、いきなり魔王が攻めてきたり、巨大ロボが出現しないとも限らないので、一応次回も見てみる。出てこないよ。そんなわけで、8作品の1話の感想パート2終わるよ。前クールは全部終わるまで、パート8まで作ったけど、今回はどこまで続くだろうか。まだまだ先は長いね。うへえ。それでは次回もよろしくだよ。またねー。